つるくんです。今回ご紹介するキットは52トイズさんから発売されたこちらのフィギュアになります。一見すると何のフィギュアかわからないかもしれませんが、こちらにですね、薄くエイリアンと書いてあるんですね。実際にはエイリアンゼノモーフというふうに歌ってあります。エイリアンのフィギュアって山ほど出ていて、この間紹介したエイリアンロムルスのキットとかもあるんですが、今回はですね、オリジナルのアレンジを加えたエイリアンのフィギュアという風になります。エイリアンのアレンジフィギュアって結構出ているんですが、今回は造形作家のヨシさんがアレンジしたエイリアンとなります。ちゃんと版権も取っての、正式なフィギュアになっています。箱の方はちょっとオレンジっぽいレモンで、エイリアンロムルスでフェイスハガーが入ってた箱のイメージなんですかね。ちょっとそんな感じがしますね。箱の方は結構厚みがあってですね、横にエイリアンの前からの立ち姿と、こちらにはエイリアンの後ろ姿のイラストが載っています。後ろの方にはエイリアンのポーズをとった絵が載っています。ちゃんとディズニーの版権シールも貼ってあります。では早速開封の方をしてみたいと思います。よいしょ。それではオープン。意外とフィギュアの方は小さく見えますね。横にはマニュアルと、こちらはカタログかなが入ってますね。マニュアルの方は1枚もののペラになっています。それではブリスターオープン。ちょっと体育座りっぽいポーズで、入ってますね。本体の方はロムルス版のエイリアンがかなりでかかったんで、ちょっと小さく見えますね。体を折りたたんでるというのもあると思うんですが、重さはそれほどなくて結構軽めの感じになっています。頭部の方はクリアパーツになってますね。若干茶色系に寄ってるような彩色ではありますが、結構細かくできてるみたいですね。付属品としてはインナーマウスが結構ちっちゃいなちっちゃいインナーマウスがついてますね。本体とは別に開き手の手首の方が4種類ですね、付属しています。それから尻尾の方ですね。これは針金が入っていて曲げられるのかな。曲げることができる尻尾がオプションとして1個ついてますね。それからブリスターの下には台座が付属しています。こんな感じで腰をつかむタイプの台座が付属しています。こちらのフィギュアの方はアクションフィギュアになってますんで、可動範囲を少し確認してみたいと思います。可動についてはまず頭部の方なんですが、前後動ですね。それから左右への振りができると。傾きの方もできるかな。おそらく根元の方が球体関節になってると思いますんで、左右も振れるし、回すこともできるし、上下動もできるという感じになってますね。口の方はあんまり開くという感じでもないのかな。首元のパイプがですね、別パーツになっていて、少し浮いたようなパーツになってますね。背中のトゲも動きますね。この4本の突起については固定のようですね。それから腕の方は意外と取れやすいのかな、これ。腕の上下動ですね。ここら辺までは上がるようになってますね。前後動もするようになってるな。なかなかエイリアンのフィギュアで肩の前後動を再現してるのっていうのはないんで、これはよくできてますね。この肩の突起が連動して動くような感じですね。この上腕のところで回転ができて、肘は二重関節になってますね。かなりこの肘の方を曲げることができます。手首の方は
手首の輪っかの方が別パーツになってますね。で、関節を隠すようなイメージになっています。上下回転と手首の方は動くようになってますね。上半身の方は上下動ができるのと左右への傾きもできますね。これおそらくちょっとあと回転もできますね。腰の部分はちょっとアーマーっぽくなってますね。で、股関節が開脚がほぼ180度いきますね。これはなかなかの可動範囲ですね。それから前後動はもうかなりの範囲を動かすことができますね。後ろもこのぐらいまで上げることができます。太ももの上部に回転軸があって、膝が二重関節かな。ここまで。膝に関しては体育座りができるぐらいまで曲げることが可能なようです。足首についてはこのかかとのトゲの部分ですね。これが独立して動くのと、つま先部分も独立して動くという形になっています。あとは前後動ですね。それから左右へのひねりもできると。もちろん回転もできますと。なかなか自由度の高い足首になってますね。ちなみに自立できるかというと、自立はなんとかできる感じですね。この方は付け替えができるようになっていて、こちらの針金で曲げられる方の尻尾ですね。これを接続差し替えすることができますと。こんな感じで丸まった尻尾からこの伸ばした尻尾ですね、こちらに交換することが可能になっています。あとはインナーマウスの方なんですが、これね、インナーマウスの交換なんですが、下顎じゃなくて上顎を外すんですね。ここはちょっと面白いところですね。上に差し込むんですね。インナーマウスに関しては稼働はしないんですが、差し替え式でこの飛び出た状態を再現することが可能になっています。エイリアンとこの顔の部分にドクロがあったりはするんですが、このフィギュアの場合はあまり見えない感じですね。ちょっと人間らしさをなくしたような頭部になってますね。デザインをしたヨシさんのインタビュー記事っていうのも見たんですが、一作目のエイリアンに少し近づけたようなことが書いてあって、人間の体型に近いようなデザインにしたってなってましたね。ただ着ぐるみっぽさは出ないようにしてるって書いてありましたね。エイリアンって結構頭でっかちなイメージあるんですが、結構小さめに作ってあって、かっこいいエイリアンみたいな感じがしますね。少しヒーローっぽいような。あとはやっぱり造形の方が素晴らしいですよね。この頭部の裏の造形とかですね、首周りの造形とかですね、この肩の出っ張りなんかも少し穴が開いてたりしてオリジナルの造形になってますね。かなり尖った感じのディティールですかね。触るとちょっと痛いですエイリアンって元のギーガーのデザインがいいんで、こういったバリエーションもですね、かなり出来が良くなるという感じはしますね。元がやっぱ魅力的だったっていう感じなんでしょうね。エイリアンのフィギュアをコレクションしてる方も結構いらっしゃると思いますので、なかなかに見応えのあるフィギュアになってますんでね、ぜひ皆さんのコレクションにも加えていただければという気がいたします。では今回の動画は以上となりますので、また次回の動画で
お会いいたしましょう。